ソニーのカメラは G マスターレンズと呼ばれる最高峰のレンズがあって、写真や動画も本当に綺麗に素晴らしい描写性能で撮影をすることができます。ただあまりにも高価でなかなか手が出しにくい方も多いんじゃないでしょうか。そこで今回はソニーのレンズシリーズの F1.8 単焦点レンズを全て購入してきました。比較的価格帯も手頃で、初心者の方や初めてカメラを買う方にも手が届きやすいレンズになっています。そんなレンズの実際の描写性能はどうなのか、今回は鎌倉でたくさん撮影をしてきましたので、まずは実際の写真と動画作例をたっぷりと見ていただいて、このレンズの性能を確かめていきましょう。はい、皆さんこんにちは、あきらです。今日はですね、はい、なみちゃんも来てくれてます。ナミですはい、ということで鎌倉に来ています。イエーイということで、鎌倉っていうか湘南に近いかな、はい、だと思うんですが、今日はとある、自腹でやりたい企画がございます。はい、僕ソニーのねカメラを普段使ってるんですが、はい、7-4とか FX3 とか使ってるんやけれども、普段ね G マスターっていうソニーのレンズの中でも一番高い、一番ビルドクオリティも良くて画質も良くて値段もいい、そんなレンズを使ってるんです。はい、でもさ、そんなん高すぎんねん。25万、30万、最近出た 2870F2 50万レンズやで。そんなんばっか使って、はい、空お前ええの撮れるやろと、はい、もうみんな思ってるわけですよ。はい、13万人の視聴者さんが思ってて、はい、もうなんかそういうのを感じちゃってたわけ。はい、だから、はい、F1.8 シリーズっていう5万円以下で買えるレンズを、はい、今回全部買ってきました。自腹で。はい。全部買ってきました。はい、35mm、はい、50mm、85mm、全て F1.8 シリーズ。もともとね、特にこの 85mm っていうのが無印レンズって呼ばれんねんけど、そのくらいのものとは思えないぐらい綺麗っていうのを言われてたのよ、ずっと。はい、これほんまにその価格でいいんかみたいな言われてるレンズやって、すごい気になってて、はい、正面欲しかった、っていうのもあって、じゃあもうこの2つも買っちゃおうっていうのでなんなら動画にしようみたいな感じでやってるわけですね。はい、で改めてソニーのレンズ群についてお話をすると、まず無印レンズっていう特に何も刻印がないレンズがあります。これが一番安くて手に入りやすくて、その分ねやっぱりこう画質とかももちろん綺麗なんだけど、やっぱ上位クラスのものほどではないと。これらの上に G レンズっていうのがね、はい、G という刻印が入ってるレンズ、黒 G があるんですけど、それがちょっとこうしっかりとしたこうベーシックってよりかは割としっかりとね、業務とかでも全然使えるぐらいのものがあって、でさらにトップに G マスターっていう赤バッジのレンズがあって、最近それを僕はもう使いまくってたわけよね。でそら撮れると、そんなええもん使ってたらこれでも十分撮れるんだぞということをなんか勝手に証明しようかなみたいな。っていうかシンプルにこのレンズがどれぐらいの写りなのかっていうのを、はい、確認していこうと思ってます。じゃあやっていきましょうか。はい、撮っていきましょう。はい、じゃあそれではまずは 35mm F1.8 から撮りたいと思います。はい、35mm はどんな画角でしたか？35mm は低いっていうか、なんか広め。そうで今回35、50、85だから、はい、35が一番広角側、このミリ数っていうのが上がっていくと望遠側になっていく。だから iPhone の24とかは広角だよね。それよりはもうちょっと近い 35mm、はい、で 50mm っていう標準と 85mm っていうちょっとだけ望遠ぐらいのもので順番に撮っていきます。でここのレンズに FE って書いてんねんな。この FE がフルサイズ用のレンズである。でもちろん、APS-C センサーのカメラ ZV-10M2 とか、α6000 とかね、そういったものでも一応使えます。ただ画角が 1.5 倍になると。なので35をつけても50ちょいぐらいの画角になる。以上フルサイズ用です。はい、でもどっちでも使えるみたいなって感じでいこうか。全然綺麗よ。いいねいいね。3、2、1。次ちょっと横向こうか。はいはい。めっちゃいいめっちゃいい。はい、微笑みで。いいねいいね。これでよくね？めっちゃ綺麗。これでよくない？ 35mm。全然いいやん。めっちゃ綺麗。やっぱさ、この35やから全然寄っても撮れるし、で逆に引いてちょっと遠目からこんな感じとかも全然いいよね。いいの撮れた。
そのままちょっとカメラ目線で。はい、オッケーオッケー。バッチリ。じゃあこのまま 50mm にしてみようか、はい、50mm だとどうなるか、まあ、これでだいぶとさっきよりはちょっと寄るはず。あ、いいねいいね。うんうん。で寄ると、はいちょっと前かがみになる感じ。あ、そうそうそう、あ、そうねそうねそうね、それそれそれ、そのままそのまま、そうねそうね、いいよいいよいいよ。はい、バッチリ。めっちゃいい、めっちゃいい。うわ、めっちゃいい。いや、めっちゃ綺麗。これいいよね。うん、めっちゃいいですね。わあ、綺麗。50mm でも全然自分が弾けばそんなに窮屈じゃなくて、なんかそうね、うん、全然これぐらいで広めに取ることができるから、やっぱ50の単焦点を一旦最初に買うのがいいんじゃないかな。これ一旦買ったらいいんじゃないかな。あ、振るぐらいでもいいかもしれへんな。あ、そうね、あ、そう、いきます。ずっと揺れてる。うんうん、いいんじゃないかな。いや、めっちゃそうなんもんな、いいよな。じゃあ次は 85mm でいきたいと思います、はい、ここまで来ると、まあ、かなり望遠になるんで、だって50と35を足したみたいなめっちゃ適当だけどそんな感じやもんね。だってあ、これはこれで良さがあるなあ。めっちゃいいわ。これもいいね。鳩にちょっかいかけてくれへん？ちょっと威嚇いいの取れた。やばい、めっちゃいい。85。うわー、めっちゃいいですね。全然やっぱちゃうね、うん、ちょっと寄りで顔取りたいからこっちの正面に向いて座ってほしい、うん、いいね。うんうん、いいよいいよいいよ。超にっこり版。オッケーオッケー。あ、いいねいいね。あ、それいいわ。ちょっと待ってや、全身入れるわ。ナイスナイスナイス。わ、めっちゃいい。85。いやー、これがやっぱ85ですね。めっちゃいいですね。はい。いやー、このレンズええわ。ほんまにええわ。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。ここからですね、実際に一つ一つね、より細かくね、見ていけたらと思うんですけれども、実際にね、もっともっと撮ってるものがあるので、そのね、作例とかもどんどんね、入れながら皆さんにね、お話をできればなというふうに思っております。まずね、いかがでした？ F1.8 シリーズ。めちゃくちゃ良かったですよね。普通に、もうなんか、全然これでいいんじゃないかなっていうふうに思えるぐらい、僕も使っていて感動したし、ソニーのレンズっていうだけであって、もう全然なんかまあ、外れがないって言ったらね、すごくあれですけれども、まあ、どれでもね、十分なね、画質があったんじゃないかなというふうに感じました。まあ、詳しくね、一個一個見ていく前に、ちょっとね、大前提として価格についておさらいをして頭に入れて、その状態で見ていけたらなというふうに思っています。この3つですね、それぞれ価格が微妙に違うんですよ。そのレンズ性能、レンズの光学性能みたいなところって、やっぱりね、差を感じたんですよね。なので、そこの価格面っていうところを一回ね、踏まえた上でやりたいと思っています。ではですね、価格の高い順に並べるとこうかな。このような形になるんですが、こっちからこう高くなっていくんですよ。で、一番安いこれ50単の F1.8 レンズですね。これがソニー価格で、38,500円。ですね。マップカメラだと33,653円なので、まあ、3万円台で買えちゃうね、レンズになっています。で、次に安いのが35ではなくて85なんですよね。ソニーストア価格で74,400円。で、マップカメラだったら69,990円という風になっています。これはね、かなり安いと思う。本当にね、この価格からは想像ができないね、移りかなという風に感じましたね。で、次 35mm ですね。これがソニーストア価格で最も高い88,000円でした。で、マップカメラで76,734円ということになるので、まあこのね F1.8 シリーズの中で最も高価なのはこの子なんですね。で、実際に見ると値段が高い理由っていうのは分かります。それもね、詳しく見ていくんですが、で、一応参考までにそれぞれの G マスターだとどうなるのかっていうところも、見ていくとですね、ちょっとマップカメラ価格にしますが、50mm の GM-F1.4、F1.4 ですね。こっち F1.2 なんですけど、これじゃない F1.4 であれば、192,060円でした。85mm の G マスターの F1.4 の1型ですね。旧型、2型が最近出たんですけど、1型の方
方であれば21万7800円ということで、だいたい20万円以上の差。次、この FX35mm ですね。実際にね、今僕が撮影している FX6 っていうカメラに取り付けて FX35mm F1.4 GM をつけてるんですけど、これのマップカメラでの価格は19万40円ということになるので、だいたい価格差12万円ぐらいといったところになってくるといった形ですね。なので一番ね、価格差があるっていうところで言うと、やっぱりこの子なので、すごくね、お買い得というか、やっぱりね、G マスターとかなり価格帯っていうのは変わってくるというところになってきます。っていう感じで、これらのね、価格っていうものを踏まえた上で、写真とかね、動画のそれぞれのレビューをね、していけたらなというふうに思ってるんですけれども、じゃあまずはね、50mm の F1.8 に関してなんですが、今からね、どんどんね、写真の作例を載せながら話していこうと思うんですが、このレンズに関してはね、めちゃくちゃ普通に綺麗ではあるんですよ。ただ、やっぱりね、こう価格のね、性能を感じる場面も結構ありましてですね、というのも、やっぱりこう、フリンジ、このエッジの部分とか、逆光時とかに結構出やすかったりするんですけれども、そういった時にこう、パープルフリンジというか、少しね、ちょっとこう、色収差みたいなものが、かなりやっぱ出るような印象があるなといった感じです。この辺はね、結構仕方ないとは思うんですけれども、その辺は出るかなというふうに思ったりとか、あとね、ちょっと個人的な印象としては、玉ボケが結構ざわざわしてるというか、ちょっとね、玉ボケがちょっとこう、うるさいというか、なんかちょっとこう、ごちゃっとしてるような感じ、背景がね、結構ごちゃるようなイメージがあるかなというふうに感じましたね。で、このね、レンズだけ唯一ですね、ちょっとこのオートフォーカス撮影の時の駆動音が結構目立つんですね。今ね、7.4で撮影をしているんですけれども、はい、聞こえるかな？例えば写真とかでいくと、わかる？いきます。こんな感じ？多分聞こえてると思うんですけど、こういうね、ちょっとギコギコいう駆動音っていうのが、このレンズではね、結構目立つかなというふうには感じますかね。で、このレンズだけじゃなくて、F1.8 シリーズ全体に言えることとしては、やっぱりね、そこまでシャープじゃないっていうのは、やっぱりね、感じはします。というのも、やっぱりこの G マスターと比べると、さすがにね、こう、やっぱ比較をすると、もう明らかに違うんで、こう、すごいね、G マスターやっぱりこう、すごくビシッとね、センサーに映ってるんですよね。で、今回撮ったカメラが、ソニーの α7-4 で、3300万画素あるので、それなりに解像感はあるはずのカメラではあると思うんですけれども、でもやっぱりね、この 50mm の単焦点とかで撮ったとしても、こうちょっと拡大をするとね、そこまでピントがね、これどこにピント合ってるかなぐらいの、こうちょっとだけ甘いというか、ようなそんな感じの雰囲気がね、出るかなというふうには正直感じました。ただですね、作例をね、見ていただければわかる通り、十分じゃないですか。全然ね、これはこれでね、すごくいいと思いますし、これがね、3万円台で購入できるということだし、あとね、やっぱりこのα7-4 とつけてもかなりね、小さく済むっていうところですごくコンパクトだし、特にね、α7C2 とかとつけてもね、かなりコンパクトだし、なんならね、APS-C センサーのカメラとも使うことができるので、でも3万円では全然ね、上出来なね、形なんじゃないかなというふうに感じましたね。で、今回のね、動画作例に関しては、スローモーションのところは、この α7-4 で撮っているので、1.5 倍のクロップが入っちゃっています。これもう仕様になっちゃうんで、かといってね、FX3 で撮るのもどうかなっていうふうに思ったんで、あえて今回7-4で撮ってるんだけど、スローモーションのシーンは全て 1.5 倍のクロップかかってるので、例えばこの 50mm だと 75mm 換算として使うことになるので、それもね、使用感として含めて、実際にね、こんな感じになるっていうものを、今ね、見ていただいてると思うんですけれども、このね、作例とともに、ご覧いただければなというふうに思っております。3万円とはいえ、全然めちゃくちゃ綺麗なので、本当に初めての単焦点レンズとしてすごくいいと思うし、キットレンズを購入した方がもう1本買うならっていうのでもすごくいいと思うし、ただ、ちょっとやっぱりね、このなんかのっぺりとした感じ、シャープさっていうのがそこまでね、好きじゃない方、もうちょっと綺麗が欲しいっていう方は、ソニーの ZA の F1.8 っていうね、2IS レンズっていうのがあるんですけど、そっちでもいいと思います。これは 55mm のね、レンズにはなるんだけれども、ちょっと10万円ぐらいにはね、なっちゃうんですけれども、GM ほどじゃないし、こちらもね、かなり好評とのことなので、僕まだがっつり使ったことはないんですけれども、こっちでもね、結構いいのかなというふうに思っています。で、一応ね、念のため 50mm の F1.2 の GM でも撮ってたんですよ、動画とかもね。で、これのね、やっぱね、動画を見てみると、やっぱね、全然、うわ、すげえってね、やっぱ改めてはなりました。今回はね、もう違いを知りたいっていうところでもあるので、僕はどっちをね、押したいっていうかっていうよりかは、こう、シンプルにね、どういう風に違うのかっていうのを皆さんに知っていただきたいだけであるのですが、本当にもう、めちゃくちゃ綺麗ですよね。本当にこのね、美しさっていうのは、よりね、際立つんじゃないかなという風に感じております。はい、っていうのが 50mm F1.8 の感想となりました。ではですね、85と35の方も行きたいんですけれども、その前に少し宣伝です。今回ね、皆
皆さんが見ていただいている写真とか、動画作例っていうのは全てですね、僕が販売しているオリジナルのパワーグレードと、そしてプリセットパックを使って、色のね、編集を行っております。写真に関してはね、プリセットを反映させながら、編集をね、しているので、同じようなね、色味がね、サクッと出せるようになったりであったりとか、皆さんが見ていただいたこの動画に関しても、全てですね、S ログと呼ばれるね、ログ撮影をしていて、それを実際にね、僕がダヴィンチリゾルブの中でカラーグレーディングをしてるんですが、このカラーグレーディングを僕がね、販売中のパワーグレードというものを使ってあげることによって、本当にね、僕と同じような色味でね、編集をすることができるようになっています。で、このパワーグレードに関してはソニーのカメラに最適化されているので、ソニーユーザーの方ね、ぜひ使っていただきたいし、たくさんのね、ソニーユーザーの方がもう今、もう本当に何百人という方がね、これを使ってくださってるんですけれども、めちゃくちゃね、簡単に色編集がね、手軽にできるようになっていますので、ぜひですね、こちら使ってみていただければすごく嬉しいなというふうに思っています。実際にね、このね、撮影している今のこの動画のカラー自体も、全てこんな感じのログで撮影しています。で、これを編集時に一旦色をね、元に戻してから、そこから自分のね、好きな色にこんな感じでやると、ちょっとね、ブルーが効いてるようなものになっていたりとか、ここの緑もすごくね、ちょっと引き締まった緑になってると思うんですけど、それらを全て僕のパワーグレードの中で、よりですね、細かくいじったり、僕がね、その中に入ってるラットを適用させたりとかね、簡単にこのような色をね、作ることができるようになっていますし、他にもラットとプリセットもね、販売していますので、よかったらね、概要欄からチェックしていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、というわけで、じゃあそしたら 85mm いきましょうか。85mm はね、もうめちゃくちゃ楽しい。僕は85mm レンズを持っていなかったんで、もうね、楽しかった。ただただ、85の単焦点いいなっていう風に思いましたね、すごく。で、このレンズに関しては、すごくね、やっぱり、ボケ感が特徴的だなと感じましたね。特に玉ボケがちょっと楕円形というか、少しそれがね、結構特徴的だなという風に思いましたね。で、まさにポートレートをね、撮るのに最適だなという風に思いますし、85でかなりね、単焦点で寄ってあげると、もう主役が一気にボーンっていうのが分かるね、レンズになるので、本当にこう、撮影もしやすいし、特に女性をね、撮っているところの、撮影自体もね、すごく楽しめるようなレンズかなというふうに思いますね。で、とてもね、6万円のね、描写とは思えないぐらいの、めちゃくちゃこう、色もね、しっかり乗るし、夕焼けのね、こう、グラデーションっていうところもすごくね、滑らかなトーンで映し出してくれるような感じがしました。85mm になると F1.8 でも全然もう OK です。僕的にはですけど、F1.4 とか F1.2 とか、なくても全然もう、そもそも中望遠かな。はい、ちょっと望遠側になるので、全然 F 値を下げなくても、もう十分めちゃくちゃボケてくれるので、そういう点でも F1.8 でいいんじゃないかというふうに思ったかなという感じですね。で、いわゆるね、こういうちょっと望遠側の単焦点レンズっていうのは、かなり大きくなりやすいんですよ。ただ、これはね、かなり、言うてもそこまで大きくない。全然小さなね、部類に入るかなというふうに思うんで、85mm っていうものをね、使うっていうのには本当にね、全然ありなね、選択肢なんじゃないかなというふうに感じました。ただですね、一方でボディをね、選ぶ必要があるのかなと、やっぱり感じました。というのも、この α7-4 とか α7C2 とかっていうのは、動画の撮影するときに 4K で60フレームっていう、4K でスローモーションを撮りたければ、1.5 倍のクロップがかかると、さっきお話ししましたよね。それが85でかかると、かなりね、狭くなっちゃうんですよ。85×1.5 で、大体換算127ぐらいになるので、結構な厳しさになるんですよね。実際僕もね、スローモーションで撮ってはいたんですけれども、全然ね、こうしっかりとアクティブテーブル補正とかを使ってあげれば、それらでね、撮ることはできるんですが、ちょっと動画だとね、ボディを選んで、それこそ FX3 とかの方がクロップがないので、撮りやすさっていうのはあったりします。で、シャープ感みたいなところで言うと、個人的な感想では、50mm よりは、かなりね、しっかりと描写はあるとは思うんですけど、やっぱりこう、どうしてもね、こう GM ほどではね、もちろんないっていうのはあったりとか、良くも悪くもね、そんな癖はないレンズかなというふうに思いました。はい。それはね、いいことだと思うんですけれども、もっとこう、バキッと解像感を求めるみたいな人は、シグマの 85mm のアートレンズとかの方が F1.4 とかかなの方が、もうもっとね、バチコーンって感じだと思うので、なんかこう、より印象的に、より決め切りたいみたいな人は、こっちよりも、なんか GM か、やっぱり、シグマのね、アートレンズとかの方がいいんじゃないかなというふうに思いました。このレンズはね、すごく優しくてソフトな、こう、描写精度なんじゃないかなと、個人的にはね、感じたといったところになってきます。にしてもね、安いと思うわ。6万円でこの価格で、これはね、結構本当にいいと思う。これはね、ソニーさん価格の設定でね、ちょっと間違えてるんじゃないかなと思います。はい。で、次が最後、このね、35mm レンズでございますね。これがですね、最もこの中では高価なレンズで、一番買いにくさはあるレンズかなというふうには思いますかね。
ね。でこのレンズに関してはね、この中でもやっぱりねちょっとこう描写力っていうのはやっぱ良かったんですよね。まあこれね気のせいなのかなと思って結構何回もちゃんと見てみたんですけど、やっぱでもこれはねちょっと描写力がすごくなんか一個いい気がする。まあ85もすごくいいんやけど、特にねここはかなりね違うようなやっぱり印象はあるんだけれども、35はね結構本当にいいです。で使用感みたいなところでもやっぱりねすごくこう引いてしっかりと人物とそこの場所自体も残すことができるっていうので、まあ、横でも縦でも本当にすごくね撮りやすいレンズにもなっておりますし、動画であったとしても、本当にねこう動画の 35mm ってめちゃくちゃ使いやすいので、スローモーションであったりとか普通の24フレームの撮影とか両方ともねめちゃくちゃね撮りやすいねレンズだなという印象があります。でボケ感に関しては僕はねそこまで何もこう嫌な感じはしないですね。まあ、ちょっと 50mm はねちょっとざわつくような感じがあったりとか、85はちょっとね玉ボケが楕円になったりはするんですけれども、これはね結構本当に僕は全然そこまでね何もこう嫌な感じっていうのは特にね印象を抱かなかったレンズにはなってくるかなと思っております。まあ、ただ 35mm っていう画角って本当に使いやすいじゃないですか。特に動画もねめちゃくちゃやっぱり使いやすい画角にはなるんだけれども、これがねちょっと一番高いというのは若干ねこう求めづらいというか、ちょっとこう一番欲しいところなんだけど買いにくいっていうのがねあったりするかなというふうには感じますね。逆にね G マスターの 35mm 今撮ってるレンズっていうのは G マスターの中でもかなり安い部類になるし、結構ね初めての G マスターとして35の F1.4 って選ばれがちだと思うんですね。僕も初めての G マスターがこれなんですけれども、それに比べるとこの F1.8 シリーズで一番こうね、欲しい画角なんだけど一番選びにくいっていうのは逆にねちょっと買いにくさがあるのかなというふうに感じました。で逆に言うとこれはねこの中で一番高いで G マスターの35は GM レンズの中でもかなり安いということを比べると、僕的にこのねレンズを頑張って買うっていうのはまあもちろんめちゃくちゃいいと思うんだけど、もう少し余裕があるんだったらぜひ GM 行ってもいいんじゃないかなというふうにも個人的に思うかな。まあとはいえね10万円以上変わってくるので全然簡単なことはないとは思うんですけれども、まあでもねでもやっぱこれの描写も全然いいから、まあ本当にこう用途次第だと思うんですけれども、はいそんな感じですかね。まあ僕撮影してて思うのはね35の F1.8 でもなんか全然十分ボケるっていうか、 F1.4 あればねそらねやっぱなんかちょっとこう F1.4 っていうのは各メーカーのねよりこだわったね光学性能が入っているようなイメージがありますが、 F1.8 であったとしても全然ねもう十分なんか綺麗にね撮れてるんじゃないかなというふうに感じましたかね。まあ35っていうね画角はね結構モデルさんともねこう喋りながら撮ることができたりするし、モデルさんじゃなくても、まあ、家族とかパートナーとかとなんか旅に行ったり旅行に行ったり日常とかでもいいねそんな感じでみたいな感じでコミュニケーションを取りながら撮影できる、まあ、このねレンズの画角帯にもなってくるかなというふうに思いますので、35はねこう総じてすごくね楽しいレンズなんじゃないかなというふうに感じています。はいというわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねちょっとこの F1.8 シリーズについてご紹介をさせていただきました。僕がね実際にもうプライベートで持ち歩くとかなんか簡単にねこうなんか撮りに行きたいなみたいな時は確かにこれを選ぶかもしれません。G マスターやっぱちょっと大きくなっちゃったりするし、85のね G マスターは結構大きいのでやっぱ85をね撮りたい時とかってやっぱたまにあるんですけれども、もうその時はもう絶対これ持っていくなという風に感じるぐらいめちゃくちゃね満足ができるようなカメラではあるかなと思います。まあ、唯一この中で注意があるレンズとしてはこれかなと思っています。まあ、ちょっと玉ボケがねちょっとざわざわしてたりとかフリンジがかなり出るっていうのとか、あとレンズがビビビビ言うっていうので、まあ、ちょっと動画だとね音が入っちゃったりっていうのもあったりするので、まあ、ややこれをね買うには若干注意は必要ではありますが、でも3万円なのでカメラをね楽しむとか単焦点を新たに知ってみたいとか、今までズームレンズを使ってみたけど F1.8 の描写そういった世界に飛び込んでみたい、そんな方にはめちゃくちゃねおすすめできるレンズとなっておりますので、ぜひですね今回の動画が良かったなというふうに思ってくださった方はぜひねグッドボタンとチャンネル登録をしていただいて今後のね動画も見ていただければなと思っています。そしてソニーのカメラを今買うならどれを買うべきかっていう動画はこちらに出していますし、ソニーのカメラでオートフォーカス設定をどのように設定すればいいのかわからない、そういった方にはこのような動画を出しています。でそしてさらにソニーのカメラだけじゃなくて他のカメラもおすすめのものがありませんかっていう方にはこちらのような動画もぜひ見ていただければなというふうに思っていますし、でさらにもっとレンズの知識についてたくさん学びたい、レンズについてしっかりと理解していきたいという方はぜひこちらの動画も見てみてください。そしてポートレート撮影とか、人物を撮る上でちょっとでもより良くしたいとかどういった風に撮影をしていったらいいかわからないという方はぜひねこちらの動画を見ていただければなというふうに思いますので、このチャンネルを登録しておけばたくさんのことがね理解できていろいろとね楽しむことができると思いますので、ぜひねよかったらチャンネル登録、そしてこの動画が気に入ったら友達とかカメラ好きにシェアしていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ラットとパワーグレード、そしてプリセットのカラーのねプラグインっていうものを販売していますのでこちらもお忘れなくチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。